つるくんです。皆さんはよくテレビゲームとかで遊ぶことがあるでしょうか？私もそこそこテレビゲームが好きで、プレイすることがあるんですが、今回ご紹介するのはこちら、テレビゲームのホライゾンに出てくるサンダージョーですね。こちらのプラモデルが出ましたのでご紹介していきたいと思います。私もゲームの方は少しやってるんですが、なかなか面白いゲームなので、こちらのゲームの方をやってみればですね、サンダージョーへの思い入れというのも、深くなると思いますので、合わせてですね、おすすめしたいと思います。では早速プラモデルの方をご紹介させてください。こちらの方がサンダージョーのプラモデルになります。発売はグッドスマイルカンパニーさんからで、モデロイドというシリーズで発売されています。箱の方はこちらがサンダージョーの正面の写真、それから裏の方にはそれぞれの写真ですねが載っていて、こちらが横からの写真ですね。あとサイドの方はサンダージョーのロゴと名前が載っています。では早速開封していきたいと思います。オープン。結構ランナーの方が詰まってますね。色分けがそれなりにしてあるようですね。白とオレンジと黒のパーツですね。そういったものがいくつかあってですね、黒い方が内部メカで、白い方が外部の装甲といったところですかね。意外と細かい部品はあまり多くなくて、比較的大柄な部品が多そうですね。こちらはおそらく強度が必要な部分の関節の部分かなの部品が入ってますね。あとは、デカールの方ですね。こちらが入っていて、何か正誤表が入ってますね。あとはマニュアルの方ですね。マニュアルの方はオールカラーで、基本的には日本語と英語表記ですね。2カ国語で表記されているようです。開封は以上となります。早速細かく中を見ていきたいと思います。それでは早速サンダージョーの組み立ての方をやっていきたいと思います。こちらが頭部の上の部分ですね。結構細かくパーツ分けがされていて、ちゃんと合わせ目が目立たないようにカバー的なパーツがあったりですね。またこういった目に当たる部分ですかね。こういったところが色違いで1色2色3色ですね。こういった色分けがされていたりします。これで顔だって言われてもなかなか意識しづらいんですけど、これがサンダージョーの顔の、上部の部分ですね。それからこちらがサンダージョーの、いわゆる顎の部分になりますね。よく見るとここに歯があるのがわかると思うんですが、こちらが顎の部分で、こんな形で顎を開閉させるようなことができます。この歯なんかはシルバーで塗っておくと雰囲気出るかもしれませんね。こちらが顔の両サイドにつく、砲塔のような部分ですね。こちらも色分けが結構してあって、この白いパーツのオレンジに関しては、初めから塗装がしてあります。素組みをする場合はですね、楽ではあるんですが、塗装する人はあまり関係ないかもしれません。この方針の中に丸いディティールが見えると思うんですが、こういったうまいパーツ分けがしてあって、最小限のパーツでうまく砲塔をですね再現しているのかなという感じですね。ちなみに組み立ての方はスナップフィットになってますので、パーツ自体は差し込むだけで組み立てることができます。でこちらの頭の上の部分ですね、そこにこちらの顎の部分をつけて、で顎の部分がこんな形で閉じることができると。で顔がこんな形になります。で先ほどのこの砲塔をこちらのパーツにつけて、少しゾイドを思い出す方もいらっしゃると思いますが、ゾイドよりはもっとメカメカしいようなディティールになってますね。こちらがサンダージョーの、顔の部分となります。思ってたより細かいパーツ分けで、結構細かいディティール
が再現されていますね。なかなか雰囲気出てるんじゃないですかね。あとは墨入れとかすると結構リアルになってくると思います。では次のパーツいってみましょう。次は首のパーツを組んでみました。こちらが先ほど組んだ頭の部分になって、首の部分は大きく1つ目2つ目と、この2段階に分かれています。この部分とこの部分に関節があって、もう一つこちらに胴体の方につくような関節がついてます。こちらの関節の方それぞれ伸び縮みしたりするんですが、基本的に首の関節というのは上下動はせずに、どちらかというと左右の方にですね曲がるような形になっています。上から見た場合こんな感じに曲がります。でこの首の根元の方ですね、首の方の根元で上下動ができるという感じですね。したがってこの部分での上下動ができませんので、あと胴体との関節で上下動ができるようになっています。またこの首の方の蛇腹なんですが、一見すると4分割に分かれていそうなんですが、実際にはこの2つの2分割になっていて、可動の方に関してはこの部分が省略されているという感じですね。さすがにフル稼働というわけにはいかなかったようですが、それなりに動くんじゃないかなという気がします。ゲームをやった方は知ってると思いますが、ダメージを与えていくとこういった外装がボロボロ剥がれていくんですね。そういったところも再現できるようなイメージかと思います。こちらのアーマーの方はこの突起の方ですね、こちらの本体の穴の方に刺していくようなイメージになってます。こんな形で首の部分のアーマーを設置します。これで首と頭の方が組み立て終わったという感じですね。首の方は横に動くけど上下動はしないと、あと伸び縮みがするという感じですね。では次は胴体の方を組んでいきたいと思います。こちらが胴体のパーツになります。この部分に首がついて、後ろの部分に尾っぽがつくというようなイメージですね。でこの部分に足がくっついてくるような感じになってます。上から見るとこの両方後ろ側に出っ張っているのが、ディスクランチャーっていうサンダー・ジョーが使う武器の、ランチャー部分ですね。それからアンテナ類ですね、こういったものが胴体の方にくっついています。あとこの特徴的な突起ですね、こういったものがくっついています。このオレンジ部分に、弱点である心臓部分があるんですが、このカバーがですね、若干閉じたり開いたりします。それからランチャー部分ですね、この部分も稼働することが可能になってます。こういったパーツの裏にちょっと抜きの穴ですね、こういったものが残っているので、気になる人は少し埋めるような処理をした方がいいかもしれません。色についてはかなり省略されていて、ここら辺がグレーっぽかったりとかですね、胴体の色もこういった単一の色ではないので、気になる人は塗装をするという形ですかね。この穴はスタンド用の穴で、中央部分と首に寄った部分ですね、2箇所にスタンド用の穴が、開いています。で足の根元は、前後上下というふうに足の根元が動くようになっています。それでは尻尾の方を見てみましょう。こちらが尻尾の方になります。そこそこ色分けがしてあったりはするんですが、やはりこちらの方もですね、かなり設定と色が違ってますので、気になる方は塗装してみてはいかがでしょうか。尻尾の方なんですが、可動部分については胴体の付けの部分ですね、それから1箇所2箇所というふうに可動の関節がですね設けられています。ただしですね、球体関節にはなっていないので、この部分については上下動のみで左右への可動はしません。この部分については上下動とですね、こういったひねることが
可能になっています。こういった尾びれの方もですね、一体成形なので、どうしてもこの裏手がですね、少しへこんだようなモードになっているのが残念といえば残念ですね。こういったところも少し穴が開いてしまっています。こっちの上の方も穴が開いてるんですけどね。これが尻尾の方になります。最後に足の方なんですが、足の方も結構細かく色分けがされています。真ん中にオレンジ色の筋肉っぽいようなパーツがあったりとかですね、膝の部分に色違いのパーツがあったりとかですね、あと足首も色が変わっています。可動に関してはこちらが前後動ですね。それからこの部分、この部分はあんまり可動範囲が広くないんですが、一応この部分も可動するようになっています。足首は球体関節を使ってますので、左右、前後左右ですねに自由に動くようになっています。ただし可動範囲自体はそれほど広くないのと、足の裏がやっぱり抜きの穴ですね、こういったものが出てしまっています。あと色関係もですね、この太ももの裏側が本来黒っぽい色だったりとかですね、結構色が違っていて、デカールを貼ることによってある程度補正はできるんですが、気になる方はやはり塗装が必要になってくると思います。それでは合体の方をしていきたいと思います。この本体の穴にですね、この首の部分の接続部を差し込みます。こちらのケーブルの方、この顎の部分ですね、ここにこうやってはめるような形になります。で、尻尾の方をやはりこの穴の方に差し込みます。で、こんな感じですね。それから足の方をこの部分に差し込んで、こんな感じですね。これで合体した形になります。そこそこ大きさがあって、なかなか迫力のあるプラモデルになっています。で、足の方なんですが、そこそこ保持力があるのでバランスが難しいんですが、なんとか自力でですね立つことが可能になっています。こちらのケーブルの方はこのような形でこのケーブルを頭部に固定するようになっています。ではですね、少しウェザーリングと塗装の方をしていきたいと思います。こちらサンダー状の塗装の方なんですが、かなり色分けが細かくてですね、エアブラシで塗装していこうとするとマスキングがかなり大変そうだったので、今回は基本的に筆塗りの方で対応しています。デカールの方も一部使っていて、例えばこちらの頭部の方ですね、こちら頭部周りは付属のデカールの方を基本的には使っています。それからあと一部ですね、オレンジ部分について少しデカールの方を使っています。ここら辺のダークグリーンっぽい色ですね、こういったものについては、基本的に塗装をしています。こういったところも少しデカール使ってますかね。このゴムっぽい材料についてはここからここを塗装しています。この穴通す時にですね引っかかって結構塗装が剥がれちゃうんで、なかなか難しいところなんですが、塗る時は出したままで塗った方が無難かもしれません。後でタッチアップすればいいんですけどね。具体的な色なんですが、この部分ですね、ダークグリーンっぽい色なんですが、こちらタミヤさんのオリーブドラブを使用して塗っています。若干設定よりも車に出てる感じがしますね。おすすめはちょっとラッカー系になるんですが、こちらのダークグリーンですね、このぐらい明るくした方が、設定色には近くなるような気がします。それからオレンジの部分ですね、結構追加でオレンジの部分を塗っていく必要があるんですが、そちらについてはこちら、オレンジイエローの方ですね、こちらの方を使っています。今回この濃いブルーの方ですね、こちらの方はこのメディアムブルーですね、こちらの方を使用しています。水性塗料の方がですね、若干筆洗い等が水でできたりするんで、楽かなということで、今回アクリル系の塗料ですね、こういったものを使用しています。
あとこのブルーの部分についてはですね、少しこのガンダムマーカーですね、このホロブルーっていうのがあって、メタリック系のこうブルーの塗料なんですが、こういったところにあと背びれの方ですね塗っています。少しこう七色に輝くというふうに書いてあって、角度によってこう見え方が違ってくるというちょっと面白い、塗料ですね。おまけにこの、青の色と近いということで、今回全部じゃないんですが、一部にですね、こういったヒレ関係ですね、こういったところに使っていっています。なかなか、おすすめの塗料なんで、興味のある方は使ってみてはいかがでしょうか。あとこちらのディスクランチャーですね、ゲームやったことがある人は分かると思うんですが、ここからディスクを発射してですね、攻撃してくるというランチャーですね。こちらの方がですね、もともと単色で、成形されてるんですが、この部分がオレンジの別パーツになっていて、あとはですね、こちらミディアムブルーとシルバーで、塗装をしてきているという感じですね。ここはなかなか塗装しないとこう見栄えのしない部分なんで、塗装した方がいいかなっていう部品ですね。足の方についても基本的に水性塗料で塗っていて、黒鉄色ですね、オリーブドラブとミディアムブルーで塗装をしています。で、白い部分は塗装をせずにですね、そのまま成型色の方を残しています。それからこういったブルーのところですね、これにさっきのホロブルーの方を塗っています。足首の方も黒鉄色を使っています。あとこちらの黄色の部分ですね、もともとオレンジ色のパーツだったんですが、金色で、塗装しています。大きさがそこそこあって塗り分けも細かいということで結構塗るの大変なんですけど、見栄えが格段に良くなるのでぜひやってみていただければと思います。あと一部ですね、裏が開口している部品があったので、そういったものは基本的にプラ板で塞いでいます。こういったヒレのへこみの部分とかですね、尾びれの裏側なんかもプラ板で塞いだ後に塗装をかけています。あとこういったところですね。ここら辺で見栄えって結構変わってくるんで、薄いプラ板貼るのってやってみると結構簡単なんで、ぜひお試しくださいといったところですね。ではこれからウェザリングの方をかけていきたいと思います。ウェザリングをしてみたんですがどうですかね。かなり汚れた感じが出たと思うんですが、野生のメカですからね、こんな感じじゃないですかね。組み立てるのはそんなに難しくないんですが、塗装をこうやっていこうとすると、かなり手間のかかるキットではあります。最初はデカールだけ貼って終わろうかなと思ってたんですけど、やっぱりデカールって部分的なものしかついていないので、こうやって塗装していくとですね、かなり迫力のあるキットになると思いますので、皆さんも手に入れたらですね、ぜひ塗装に挑戦してみてください。それでは今回の動画は以上となります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。